内定がもらえず、4年になって急になんか漫画を描き始めたみたいな急にこいつなんか漫画を描き始めた、ズバッてやめたんですよ。お祈りメール、これワンチャンデビューするかもって思って落ちるんですけどはい、こんにちは、内田です。今回の動画は私が漫画家志望になる前、一体どのような人間だったか、違うな漫画家志望になる前の話をちょっとしたいと思います。21で漫画のアキラに出会ってから漫画を描き始めたっていう話を、何個か前の動画で話しているんですけども、じゃあ大学3年までは私は何をしていたのかという話を、ちょっとしたいなと思ったので、今回動画を撮りました。高校美術の教員免許を取ろうと思って大学に行っていました。当時はその教員になりたいというよりは、ちょっとね教員免許に興味があって、でせっかくならじゃあ教員免許が取れるそこの大学に行こうと思って入っていたので、正直大学に入った理由が教員免許を取るためなので、ゴールが教員免許を取るっていうのがその時の最大の目標だったんですね。なのでその将来のこととか卒業したらどうしようとか一度もというか全く考えていませんでした。ただ大学に行って教員免許を取るための、授業を受けて、履修して、単位を取る、ただそれだけの日々プラス、趣味で絵は描いていたので、ちょっと二次創作の方をねずっと高校から大学もやっていたので、ちょっとそういうオタクの活動をしながら、大学に行っていましたので、大学3年生までは本当に具体的な目標もなく、ただただ、大学生活を送っていました。で大学3年生になると当然のように就職活動というものが、始まります。でその時に初めて自分が何をしたいかとか、どういう職業に就きたいとか、面接行くにもエントリーシートエントリーするにもどういう企業があるかとか調べて自分の希望する会社を見つけるんですけども、私は大学3年生になった時点で自分がどういう仕事に就きたい、何がしたい、何ができるかっていうのを全く分からなかったんですよ本当にパソコンでいざ就活をするってなって、そのエントリーするってなった時点で初めてそれに気づいて、どうしようみたいな。私は一体もちろん就職するけど、じゃあどこにみたいな、何がしたいのかなみたいな。美術系の学校にいたので、やっぱ絵に関する仕事には就きたいと思っていたんですけど、具体的なものが全然思い浮かばなくて、当時はとりあえずゲーム会社を、メインにというか、ほとんどゲーム会社ですね。その検索してゲームデザイナーとか、そういうキャラクターデザインとか、そういうところにひたすらエントリーをしていました。ほとんど東京の企業だったので、東京にその都度行って、就職セミナーとかまとめて受けたりして行ったんですけど、やっぱりその大学3年生の間、もちろんゲームデザイナーとかキャラクターデザイナーになるために何かやっていたわけでもなく、趣味で好きな絵を自由に描いていただけなので、就職活動は全然うまくいかなくて、ずっと俗に言うお祈りメールをひたすら受ける日々でしたね、大学3年生は。でやっぱりちょっと暗い話にはなるんですけど、やっぱり落ち続けるとなんか私このままどうなっちゃうのかなみたいな、どこの企業も私が必要ないってことは私 いなくてもいいみたいな世の中に必要のない人間なのみたいな感じで、結構参ってしまっていって、当時のミクシーをちょっと私頑張ってパンドラの箱を開けて読んでいたんですけど、一番ちょっと辛そうでしたね。ちょっと人事に今なってるんですけど、で1個だけ
面接まで行った企業があったんですけど、適性検査受けて筆記のやつ受けたけど、面接でそこもダメで、もうなんか自尊心というか自分に対するなんか気持ちも落ちるし、このまま就活しててもどうせ受からないかなって思ったんですよ。で本当に何がやりたいかも分かんなかったし、これやってても意味ないなと思って切り替えたんですよね。そんな感じで内定を1個も得ることもなく大学3年生を超えて、大学の4年生の4月に漫画を描こうという日記を書いていました。ちょっとここら辺に日記が頑張って編集で出したいと思うんですけどはい、出てるかな、ちょっと変な形ですいません。熱中できるもの、アキラ漫画っていうのに出会って、大学4年生のなってすぐですね、4月に漫画を描こうという日記を書いて、5月から漫画を描き始めます。で10月に持ち込みに行って、で11月か12月に結果が出て落ちるんですけどはい、大学に入ったからにはやっぱりちゃんとフリーターじゃなくて就職しなきゃっていうのはもちろんあって、基本やっぱ親に悪いってすごい当時は思ってて、自分がどうしたいかっていうよりは、なんか自分がそのフリーターとか就職できないことによって親がどう思うかとか、親が周りからこうどう思うのかなっていうのをすごい当時考えてて、これはちょっと違う余談になるんですけど、同い年のいとこがいて、でもいとこも美術系の学校に行ってて、でいとこは大学から東京の美術系の大学に行って、でそのままデザイナーとして就職が決まってたんですよ。いとこはそのちゃんと俗に言うちゃんとなんていうんですかね、正規ルートっていうか、ちゃんとした美大も行って、そのまま正社員でデザイナーとして就職。片や私は、片やっていうの言い方は変ですけど、内定がもらえず4年になって急になんか漫画を描き始めたみたいな急にこいつなんか漫画を描き始めた、全然就職内定もらう気配もないみたいな、申し訳ないなって思ったり、プレッシャーには、当時はなっていたんですけど、それでも私は漫画を描いて、で漫画描いてる時にやっぱりその一作目を描いてる時って多分皆さんあるあるだと思うんですけど、これ賞取れるかもってやっぱ思うんですよね投稿漫画描いてる時ってやっぱり賞取れちゃうかもみたいな思う時があって、私も大学4年生でいざ漫画描いた時にこれワンチャンデビューするかもって思って、いや本気ですよ、本気で。私は就活失敗し就職は多分もう内定もらえないから漫画を描いてこのまま賞を取ってデビューすればある意味これも就活なのではみたいな感じでちょっとした希望を持って、書いていたんですけど、そんな作品も12月大学4年生の12月には落選となって私は卒業まで残り3ヶ月ですかね、残り大学4年の123月を残すところになって、完全にまた振り出しに戻ることになります。もちろん就活は本当にしていなかったので内定をもらえる可能性もなく、そして漫画家に賞を取ってデビューっていう道も断たれることになります。そんな私が残り3ヶ月でどのような行動を取ったか次回の動画でお話ししたいと思います。よろしければチャンネル登録していただければ励みになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。